はい、こんにちは。スクール加藤のゲーム研究室です。よろしくお願いします。この動画は前回の続きなんですけれども、ベトナムの街を歩きながらですね、ベトナムのゲームの状況などについていろいろと、思いつくままに喋っている動画です。前半もお話をしたんですけども、この辺は非常にその大きな IT の会社のビルが多くてですね、サムソンのビルもそうですし、ベトナムのキャリアのビルですとか、大きな IT の会社のビルですとか、そういったものがたくさん並んでいるところですね。私は自分の会社からちょっと知り合いのゲームの会社に向かって歩いているところです。はい、ちょっと大きな交差点を今渡っているところなんですけれども、さっき見ていただいてわかるように、なんか道なき道を行くみたいな感じになってますね。はい、ちょっと大きなビルに囲まれて交差点の真ん中におりますが、ここは信号があるので、青信号になれば渡れるという感じです。ハノイの、西ですね、南西部の方になるのかな、もう新しい方の市街で、IT 企業が多い地域を今歩いています。交通量は多いんですけれども、こんだけ道が広いと歩きやすいという感じですね。はい、青信号になったので、進んでいきたいと思います。バイクが多いですね。ベトナムの方はですね、やっぱりバイクはみんな買うんですね。必ずバイクはほぼ一人一台皆さん持ってまして、女の子なんかもね、バイクで通勤したりしてます。あとスマホは皆さん持ってますね。高いスマートフォンですね。私は iPhone の SE2 を使ってるんですけれども、13の Pro とか、Max とか、そういういいスマートフォンを皆さんiPhone であれば持ってますし、女の子はやっぱり iPhone 持ちたがる。日本と同じ感じですね。ベトナムの所得水準からするとすごく高いはずなんですけれども、みんなバイクとスマートフォンだけは頑張って買うという感じです。SNS は、Facebook ですね。日本だと若い方ってもう Facebook ほとんど使ってないんですけれども、Facebook を若い女の子とかもよく使ってますし、Instagram ももちろん、とっても流行っています。LINE は日本人の知り合いいる人しか使ってないかなという感じですね。ツイッターはほぼ使われてないと思います。あとはザロっていうですね、現地の日本でいうミクシーみたいな、それも結構使われておりますね。ちょっとですね、ベトナムの現在の状況みたいなところを少し、ゲームと若干それますけれどもお話をしていきたいと思います。全く関係なくはないと思うんですけれども、ベトナムはですね、コロナの前によく来てた頃ってあんまり車がここまでたくさん走っていなかったんですね。コロナが明けてから最近ここ半年ぐらいベトナムによく来るようになったんですけれども、車の数が明らかに増えてまして、それもそこそこ高級な、いいやつが増えている気がします。で、これなんでかなと思ったんですけれども、現地にいる日本人の方に聞いたところ、ローンですね、自動車のローンが、浸透しだしたと。今までは自動車のローンっていうのがあんまり一般には浸透してなかったみたいで、そうするとやっぱり一括でね、買うとかっていうのはすごく難しい高い買い物なので難しいじゃないですか。そこがですね、ローンが浸透しだしたことによって、車が買えるようになっていたということなんですね。もちろん所得水準が上がったっていうのもあると思います。経済が伸びてますので、お金持ちの方が増えたんですね。特に都市部では増えたと思います。給料がですね、非常に格差がありまして、その辺のお店とかでバイトしてるウェイトレスの女の子とかだと、時給が200円とかですね、250円とか、そんなような感じらしいので、どうでしょうね。200円だと150時間働いても3万円とかですから、月給3万円というような人もたくさんいるということなんですね。で、エンジニアですと、ちょっと前までは、一流のハノイ工科大学っていう、優秀な人が集まる、工業系の大学があるんですけども、そこを卒業したエンジニアさんで、初任給が5万円ぐらいだったんですね。コロナ前がそれぐらいで、それでもちょっと高くなりましたね、みたいなことを言ってたんですけど、今だと5万円だとちょっと雇えなくなってきてまして、7万円とかぐらいまで上がってきてます。それだけ聞くと、やっぱりまだ日本より全然安いねと思うかもしれませんけれども、物価もかなり上がっ
ってまして、あとはその格差もかなり広がってまして、優秀な人は本当に給料高くなってるんですね。エンジニアさんでも20万円、30万円もらえるような人もいますし、優秀なそうですね、マネージャーができて、プロジェクトマネージャーができますとか、現場のディレクターができます。で、日本語とか英語、外国語が喋れますよ。っていうような優秀なエンジニアさんだと、1000万超えてたりとか、1500万円、年収がですね、1000万とか1500万という方も、いるような感じですので、こうなるともう日本よりも高いですよね。そういう方って日本の給与水準というよりは、欧米の給与水準に合わせてお支払いされているんじゃないかなと思います。もちろんどの会社でもそうなってるってわけじゃないんですけれども、私が聞いた会社では割とそういう給与をもらっている方も結構いたということで、上限が高くなってますので、平均給与取るともうちょっと高くなるのかなという感じですね。なので、車とか買える人も増えてきていまして、バイクが減ってるわけじゃなくて、車が増えたんですね。なので、ハノイの街は、車が増えましたので、道路がそのままで車が増えてますので、小さい通りなんかはですね、非常に渋滞をするようになってきました。これは経済発展をしているので、ある程度しょうがないのかもしれないですね。はい。というわけで、私の、訪問先のビルに着きました。この中に入っているゲーム関係の開発会社さんに今から会って、ちょっとお話を聞いていきたいと思います。今後ですね、ベトナムにはよく行くと思いますし、ゲームの開発ですとか、いろんなその日本のゲームを扱ったお仕事なんかもしていく予定ですので、皆さんにいろいろと、こうやって街歩きとかしながらですね、あるいはオフィスの中とか開発の現場からベトナムの様子ですとか、ベトナムのゲーム市場の状況とか、そういったものをお届けできればなと思っていますので、よろしくお願いします。